突然です。断然です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、いじったもの、いじろうとしなかったものなんかの話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日も今日のライブに向けていろいろ作業を進めておりました。水道橋博士さんが阿佐ヶ谷ロフトでやる阿佐ヶ谷ヤング用品店の、いろいろ映像をやっておりますので、配信がありますので、ぜひご覧になっていただければと思います。そしてあれですね、見ましたね。もうね、見たものしか喋ってねえじゃねえかって感じなんで、じゃあ聞きましたにします。両方行きましょうか。じゃあまず聞きましたから行きますと、月曜ビバリーね、ビバリーヒルズ、高田文夫先生がやっているビバリーヒルズ聞きました。昨日ゲストが今田耕司さんで、非常に面白い。ちょうどというか、タイミングよくね、土曜日ですか、金曜日だかに有吉さんが結婚発表されて、それを受けてのというかね、たまたまゲストに決まってて、直前にそういうことがっていう言い方もおかしいですけども、あってそれを受けてのね、いろいろお話をされたんですが、面白かったですね。僕は今田さん、ちょうどね、本当にね、僕がこれで吉本に行こうというかね、NSC に入ろうと思ったきっかけが、本当に今田さんや東野さんが新喜劇に出てた、ちょうど本当にやめよっかなキャンペーンの時に、新喜劇を見て、それでマンスリー吉本っていう当時冊子がねあったんですけども、後に僕はそれ編集に携わることになるんですが、そのマンスリー吉本で NSC の存在を知って、ここに行ったら芸人になれるんだと思って、行ったというかね、きっかけの一つで、当時90ですから、1年2年3年ぐらいの時に、あれは東海地方 CBC だったか東海テレビだったかで、今田さんと東野さんが深夜番組をやってたんですね。今でいう街ブラ番組みたいなことをやってて、それで非常に面白い人だなと思って見てたんですよね。新喜劇をまた見て、そのやめよっかなキャンペーンでっていうのがあって、みたいなとこから聞いておったんですけど、その、当時のだから91、2、3年ぐらいの時からすでに高田先生はすごいやつがいるとギョロ目を光らせていたみたいな話もなされてて、非常に面白かったのでね、ラジコでぜひね、まだ1週間は聞けますんで、ぜひ聞いていただければなと思いますね。面白かったですね。本当に今田さんのなんていうんですかね、明るいどう言ったらいいんだろうな、明るい、悲願でいるわけではないんですよね。悲観しているわけでもないんですけども、なんかね、恋愛というか、恋愛に関してはうまくいってるのかどうなのかは定かではないですけど、ね、結婚イコール恋愛がこの成功だと、ゴールだという感覚でもないのであれなんですが、その結婚に結びつかないところを、なんかそういうプレーで楽しんでるんではないのかっていうぐらいの
感じですよね。まあそれがね本当に面白い。まあね傍から見てこうまあね笑っていい存在っていう言い方はあれかもしれませんけども、まあそういった職業ですし、でね、まあ本当に人が面白いって、感じですよねっていうのをね本当に聞いてて思いましたっていうのが一つね、ビバリーヒルズ面白かったですよというのとね、見ましたっていうのがね、僕これね全然知らなかったというか、抑えてなかったんですけども、山田五郎さんが YouTube をやっておりましてね、山田五郎大人の教養講座という、まあ、絵画の説明というか、なんていうんですかね、これ、ね、でも、そうか、やりだしたのは今年ですね、2021年1月7日に登録って書いてますから、山田五郎さんが、まあ、得意分野美術、ファッション、時計、街、グルメなどについて大人の生活がちょっと潤う教養をお届けしますということで、これね、山田五郎さん一人で、まあ、いろんな絵画の、ね、こういった物語、こういう背景で書かれているとか、こういうことが書かれているみたいなことを話してるんですけども、一人ね、若い女性の方が、このアイコンを描いてる女性の方なんですけど、23歳だった方が、まあ、山田五郎さんにいろいろ教えてもらうという体で、まあ、ほぼ一人語りではあるんですけど、いろんな絵画のお話をしてるんです。これが非常に面白くてね、モナリザのやつから見出したんですけども、モナリザ、それからゴッホのこともやってましたし、これはね非常に面白いんですが、なんていうのかな、こうそれを見た時に僕が感じたのはね、こういう本当にためになる、いつね、時事性がない、なんていうんですかね、今見なくちゃいけないものではなくて、こういつ見てもいい、こうなんて言ったらいいんだろうな、こう生ものじゃないというか、冷凍食品というか、そういった感覚で今食べなくちゃいけない、ね、すぐ足が速いからすぐ食べなくちゃいけない、すぐ消化しなくちゃいけないっていうものじゃなくて、保存食ですね、言ったらみたいな感覚のコンテンツって、こう YouTube であんまりこう流行らないとされてきた、ね、今まではね、こう毎日アップして、ね、面白い、まあ、企画でいろいろやって、とか時事的なことをやってみたいな、今見なくちゃいけないね、足の速い生鮮食品を扱ってきた YouTube がここ最近、まあ21年代に入って、そういうアーカイブ的な使われ方というかが増えてきて、まあ昔もね、そういった使い方は言うたら、まあ本当の違法アップロード的なね、番組のね、違法アップロードであったりっていうのは、そういう使われ方をされてましたが、こう YouTube に特化したというか、YouTube を使ったそういう、こう、なんていうんですかね、保存食を、ね、YouTube を冷蔵庫代わりにしていく感覚っていうのが、冷凍庫代わりにしていく感覚が今年に入ってこう急加速しているんじゃないかなってね。前までだったらPV ね、MV とか、楽曲のそういった映像を残すメディアになっていたものが、なんていうんですか、もっと幅が広がってきたというか、なんじゃないかなっていうのを非常に感じますね。その山田五郎さんのを見てそう思ったし、だからもっとこれね、見られてもいいんじゃないのかなと思ってるんですけど、あと、あれですね、本当に僕なんかで言うと、陣内くんのチャンネルなんかで言うと、こう結構企画がね、跳ねないというか、再生回数伸びなくて、時事的な、例えば、この間なんかアップしてる川藤さんとのやつはね、まあ視聴者
とマッチングしてないっていうのはあるんでしょうけども、それでも、ね、あんまり伸びないっていうのはこうみんなネタの方が見られる、ね、いつ見ても時事性が少ないもの、アーカイブとしてね、言うたら冷蔵庫というよりも冷凍食品をこう常に増やしている感覚ではあるんですけど、そういったものの方がというか、こう末永くね、いつ見てもいいから、次の世代にとかね、こう世代を分け隔てなくこう見られていくものが増えてきているなっていうのは、こう山田五郎さんのあれを見て思いましたね。だから時事的なものも、だから本当に冷蔵庫ですよ。冷凍庫のついた冷蔵庫という感覚で YouTube という箱をね、使われていくようになるのかなと見て思いましたね。本当に山田五郎さん好きなので、これは非常に嬉しいですよね。だからっていうのがありましたので、ぜひね、まだ見てない方、ぜひ見ていただければと思います。本当にためになるし、面白いしね、これからもっともっとコンテンツが増えることを期待してとかね、楽しみに、いろいろ見たいなと思いましたというお話でした。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。